キッズです。動画を見てくれてありがとうございます。基本操作の講習2回目です。今回は切り抜き方の基本を学びます。せっかくなのでポストカードを作ってみたいと思います。GIMP を開きましたら、ラクスルの無料テンプレートをダウンロードしてみましょう。キッズラボのサイトの方にアクセスしてもらい、ラクスルのホームページからテンプレートをダウンロードします。クリックしてラクスルのホームページを開きます。開きましたら、こちらの右上のテンプレートっていうところをクリックします。こちらにいろんなスタイルのテンプレートがありますので、はがきポストカード、こちらをクリックします。ポストカードの、AI イラストレーターのテンプレートをダウンロードします。ファイルを解凍してください。GIMP のメニューバーのファイル、開くインポート、こちらを選択して、ポストカード横というのを選択して開きます。こちらはそのままインポートします。はい、こちらがテンプレートです。切り抜きたい写真を、ダウンロードします。キッズラボのホームページを開いてもらって、無料ダウンロードを選択します。こちらですね。フリーダウンロードを選択して、サイズは1280×768 ぐらいでいいと思います。で、ダウンロードボタンを押します。はい、チェックを入れてダウンロード。今ダウンロードしたファイルをファイルレイヤーとして開くを選択して、こちらですね、を開きます。はい、開きました。このプレゼントボックスを、切り抜きたいと思います。切り抜きの基本的操作を説明します。切り抜くときにはパスツールを使います。ツールボックス内のパス、こちらですね。パスを選択します。この箱の外側の縁を選択していって、選択範囲で切り取ります。切り取りやすいように、なるべくアップにした方がいいと思います。画面サイズを400、200では今回は200程度にしましょう。はい。今画像が見切れていますが、切り抜いていくときに、どうしても見えなくなっていきますので、そうした場合には、スペースキーを押したままカーソルを動かすと見えなかった部分に移動できます。これは写真自体を動かしているわけではなくて、表示域を移動しますので、見えなくなったときにはスペースキーを押したままカーソルを動かしてみてください。はい。では、まず、こちらのパスツールでパスを切っていきます。ボックスの角に左クリックします。左クリックするのですが、ちょうど頂点というよりも若干箱のこの内側をクリックします。内側をクリックして、箱の蓋の部分ですね。今度は下のこの角のあたりを選択します。このように若干内側に入れてください。外側にちょっとでも出ちゃうと白い部分が残ったりして、切り抜いた後見苦しいので、若干内側をこうやってクリックしていきます。そうすると直線でパスがつながっていきます。直線で。ここはまだ直線ですね。はい。このあたりもちょっと動かすことができます。はい。今度はここですね。はい。今直線でパスを描いていっています。見えなくなったのでスペースキーを押したままカーソルを動かします。はい。
調整したいときにはこうやってクリックすれば動きますので、ちょっと内側に来て、また直線ですので、ただクリックしていくだけです。はい、こちらもちょっと見えないので、スペースキーを押して移動させて、コーナーをクリックしていくだけです。すると直線でパスがつながっていきます。この辺りですね。見えづらいときには大きく拡大してください。はい、今ここで、リボンのところに来たのですが、ここは曲線になってますので、ちょっと見えやすいように400倍。ここですね。はい、ここが曲線になっているので、ちょうどこの曲がったところのこの辺りにクリックしたままググググっと移動してみます。するとハンドルが出てきます。はい、こんな感じですね。このラインに合わせてこの曲線を描きます。こちらの左側に進んでいくので、こちらの進む方向のハンドルをクリックして一度中に収納します。はい、収納してちょんとここはまっすぐですね。またコーナーになります。結構ググググっと回ってるので、1回で、曲線を描くよりも2回に分けた方がいいかもしれないです。ここはグッとこんな感じですね。今度はそのままグッと、これでいいと思います。はい、曲線になりました。ここもまっすぐですね。はい、また曲線が出てきたので、この辺りをでググググッときて、進行方向のハンドルを収納、中に入れるんですね。クリックしたまま中に入れてください。そしてまっすぐ引いて、また曲線が少しこうキュッとやって、こちらも進路方向がこちらの方なので、こちらの方のハンドルだけ収納して、あとはまっすぐ引いていきます。曲線などでハンドルが出てくるのですが、ハンドルが出てきたときには進行方向のハンドルを収納して進めてください。また見えなくなったのでスペースキーで上げて、はい、ここですね。この辺りはまっすぐなのでまっすぐ。ちょっとここがおかしいのでぐぐっとここ動かしました。動かしたらここを一度選択してから始めてください。ここからちょっと曲線なので、ここからこういう感じにちょっと動かして、進路方向のハンドルを収納して、またここから少し曲線、こちらの進行方向のハンドルを収納して直線飛ばします。この辺りもあるんですが、この辺り時間があったらやってみてください。はい、ここも曲線、はい、進行方向のハンドルを引っ込めて直線、見えないのでスペースキーを押しながら動かして、この辺りはこうかな。また引っ込めてここを曲線、こんな感じですね。一度ここは進路方向のハンドルを収納して、はい、次は一度この辺りまで引いてみましょうね。はい、引きました。次、ここが最初に始めた開始のポイントですね。その時には最後はコントロールキーを押しながらこれで閉じます。必ず閉じないといけないんですね。閉じます。これで全部がつながりました。サイズを100%、はい、このようになりました。こちらのダイアログの方で、こちらの下の方のパスでもいいし、上の方のパスでもいいんですが、今名前なしになってますね。この表示ですね、目玉の表示をすれば、このように赤い枠でパスが引かれています。はいね、余裕があったら名前をつけてもいいですね。プレゼントっても書いておきましょう。はい、これが、パスです。今切ったパスになります。はい、ではこれを、
切り抜きたいので、パスをこちらの上で右クリックします。右クリックして、パスを選択範囲をクリックします。そうすると、パスを引いた部分が選択範囲になります。画像の上で右クリックして編集、コピーします。選択範囲されているところをコピーしました。一度こちらのレイヤー、このプレゼントの写真のレイヤーを非表示にします。はい、ここですね。目玉をクリックして見えないようにしました。こちらですね。ダイアログのこちらで新しいレイヤーを追加します。OK です。はい。何も見えませんが、レイヤーが追加されました。はい。こちらの画像の上で右クリックして、編集、貼り付けを選択します。プレゼントが貼り付きました。フローティングレイヤーを固定しないといけないので、こちらの怒りマークをクリックします。はい。これで新しいレイヤーに固定されました。サイズをちょっと調整したいと思います。ツールボックスの拡大縮小、ショートカットキーでシフトプラス S ですね。はい。ツールオプションの縦横比を維持にチェックを入れたまま、ちょっとサイズを小さくします。この真ん中のマークのところで移動させて、ギュ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 ッと。とりあえずこのぐらいですね。若干大きめにしていってください。後で、サイズを拡大すると画質が悪くなるので、小さくする分は画質悪くならないので、ちょっと大きめの形で整えておきます。これでエンター。パスが、表示されているので、こちらのパスダイアログで非表示にします。はい。これでできました。では、下地を作りたいと思います。まず、一番下はポストカード横のテンプレートですね。こちらを一度選択して、この上に新しいレイヤーを作りたいと思いますので、新しいレイヤーを画像に追加します。OK です。はい。テンプレートの上に一つレイヤーができました。ここに背景を作りたいと思います。ここに、表示されているマークがありますが、こちらは印刷関係で、断裁するとき、切るときですね。切るための、位置合わせのマークです。トリムマークとかトンボっていう言い方します。ここにこう枠をつけちゃうと、切ったときにその枠が残ってたりとかするので、そういう形ではなくて、このようなトリムマークを使います。制作するときにはちょっと分かりづらいんですが、そのようなときにはガイド線を引いてると、分かりやすいです。ガイド線というのはこちらのルーラーが表示されてない場合には、表示のルーラーの表示を選択してください。そうするとこのようなメモリが表示されます。上あたりで左クリックしてそのままドラッグするとなんか線みたいなのが出てきますので、このトンボマークの一番右端に揃えます。はい。反対もこちらからドラッグしたまま左端に揃えます。トリムマークの左端ですね。今度は上からですね。上は上のルーラーでクリックしてそのままドラッグして、トリムマークの下、ここですね。ここに合わせます。下、同じような形で。はい。このように揃えます。ここで、断裁されます。紙を切られます。背景をベタ塗りするっていう形になります。こちらを選択して、ツールボックスのこちらですね。区形選択を選択します。トリムマークのクロスしているところのクリックして、右下の
トリムマークの交差しているこちらを離します。こんな感じですね。断裁されるガイド線より外側です。トリムマークの交差している点のところで選択範囲を作ります。下地の色を塗りつぶしでつけたいと思います。描画色の上でクリックして、好きな色を作ってください。今回ちょっとブルーっぽいのにしました。はい、OK。ブルーですね。はい、塗りつぶしツール、こちらですね。塗りつぶしツールを選択して、今選択範囲したところの中を左クリックします。すると色が塗られました。トリムマークのこの交差位置、このはみ出ている部分、塗り足し、立ち落としなどと言いますが、ちょっと余分に外側にはみ出てやっていた方が、仕上がりはきれいにできます。移動は M。これですね、ショートカットで M。これで移動場所をちょっと決めて、このぐらいでいいかな。文字を入れたいと思います。文字はテキストツールなので、こちらですね。テキストツールを選択して入れたいところを左クリックして文字を入力します。文字がちょっと大きいので大きさ等を変えるときには入力した文字をまず右でも左でもいいのですがクリックしたまま反対側へドラッグします。これで文字が選択されます。まず文字の色を変えたいときには、白。ここですね。ここを押して、サイズが大きいので、こちらで整えます。フォントはこちらのツールオプションのこちらですね。この画像の部分を選択して、こちらでフォントを変えることができます。フォントは、自分のパソコンに入っているフォントしか表示されませんので、パソコンに入っているフォントを使ってください。はい、ちょっと移動させて、こちらがちょうど中心ですので、この辺りの中心ラインを見て書きます。こんな感じです。プレゼントに影をつけてみましょう。プレゼントのレイヤー、こちらですね。ちょっと分かりづらいですね、ここは。これはプレゼントですので。はい、こちらを選択して、影とかをつけるのは、フィルターというのを使います。メニューのフィルターの中の、照明と投影の中のドロップシャドウを選択します。はい、このように影ができました。オパシティっていうところで影の濃さを調整できます。X と Y で影の距離を調整します。影の距離を調整してオパシティで影の濃さを、このぐらいでしょうか。で OK です。はい、こちらでちょっと浮き出ました。最後にもう一つだけやってみましょう。はい、背景のこちらの今色をつけたレイヤー、フィルターをかけたいレイヤーを選択してフィルターの、芸術的効果でキャンパス字に選びます。こんな感じですね。3で OK します。はい。これで出来上がりです。ラクスルに、入稿するときには保存形式を PDF で保存して入稿します。ファイル、エクスポートを選択します。ファイル形式の選択のチェックをクリックします。こちらの中で PDF というのを PDF 形式を選択してエクスポートします。
難しかったでしょうか。今回、切り抜きの部分というのは、基本の部分ですので、何度か練習してチャレンジしてみてください。コメントとチャンネル登録よろしくお願いします。